こんにちは、東京ベジライフです。今日はこれからの夏に楽しみたいスムージー生活を送るヒントとレシピをご紹介します。これからの夏の季節は豊富な種類の野菜が冬よりも安く手に入り、暑さでほてった体をクールダウンしたり、暑さで食欲がない時の栄養補給など、スムージー生活にはぴったりの季節と言えます。一方でスムージー生活を始めようと思ってブレンダーを買ったものの三日坊主になってしまったという方も多いのではないでしょうか。私も実はそういった経験がありますが、スムージー生活が長続きしない理由として大きく2つあると思います。まずはブレンダーの掃除。ブレードに手が届きにくかったり掃除がしにくいと、スムージーを作るのがだんだんとストレスになってしまいます。ブレンダーを選ぶときはなるべく掃除がしやすいモデルを選びましょう。もう一つはレシピのマンネリ化。野菜と果物をどう組み合わせていいかわからずに、気がついたらキャベツ、リンゴ、レモンなど同じコンビネーションばかりになってしまって飽きてしまうということはよくあると思います。そこで今回は無理なく元気になるスムージー生活を送るヒントとレシピをご紹介していきます。飲みたくなるスムージー作りの3つの基本ポイントは、なるべく新鮮な旬の食材を使い、色を揃えて、いろいろと入れすぎないこと。旬の食材は栄養が高く、比較的お安く手に入り、新鮮なものを意識すると気分が上がって心も元気になります。そして色を揃えることによって選択肢が狭まり、組み合わせが簡単になるのと、茶色で食欲をそそらないスムージーではなく、鮮やかな緑、赤などの見た目にも美しいスムージーになります。また、いろいろな食材を入れすぎると味も色もぼやけてしまい、飲むのが楽しいスムージーにならないため、野菜、果物の種類はなるべくシンプルにしましょう。野菜、果物の組み合わせを考えるときに、美味しく飲みやすいスムージーにすることが大事です。いくら栄養満点でもまずい、飲みづらいスムージーは長続きしないからです。苦味や辛みがある小松菜、ほうれん草、レタスなどの葉物野菜などは、バナナ、パイナップル、リンゴなど甘みが強い果物と合わせるのがおすすめ。また、一晩浸水させた生のカシューナッツやアーモンドなどをお水とブレンダーにかければ、即席のナッツミルクになり、コクがあるので癖のある野菜のスムージーも飲みやすくなります。ボソボソ感が出がちな人参やビーツなどの根菜などは、オレンジ、グレープフルーツ、トマトなど水分が多い食材と合わせると仕上がりがサラサラのスムージーになります。スムージーをよりヘルシーにするために、生きた発酵食材をプラスしてみましょう。私は自家製の紅茶きのこ、昆布茶をベースにしていますが、甘酒を使ったりお酢を足すのもおすすめです。スムージーは野菜、果物で作るものと思われがちですが、新鮮なハーブもスムージーの材料にはぴったり。ハーブを入れることで風味や香りがアップしますし、薬草として緩和したい症状に合わせたハーブを選ぶのもいいですね。生のハーブの他にスパイスを足すのもおすすめです。何種類かスパイスを常備しておいて、その日の気分や食材との組み合わせによって香りや味で選んでもいいですし、ハーブと同じく症状に合わせて効果のあるスパイスを使うと、いつものスムージーが健康促進ドリンクになります。最近ちょっと食べ過ぎているな、体が重いなと思ったら、休日にスムージーデトックスをしてみるのはいかがでしょうか。デトックス前日の夜は軽めの食事にし、当日は食事をせずに5回から6回に分けてスムージーを飲みます。スムージーの他にお水もたくさん飲むようにしますが、ハーブを入れたハーブウォーターにすればよりデトックス効果が高まります。今回はデトックスにぴったりな5種類のスムージーをご紹介していきます。甘みの少ない爽やかな味わいのスムージー。お水 250ml をベースに、和のハーブを代表する爽やかな香りの大葉1つかみ、ビタミン C が豊富なキウイ1個、利尿作用が高いキュウリ1本、お好みのビネガー適量をブレンダーにかけます。消化の働きを助け、デトックス効果が高いとされるフェンネルシードをトッピングすれば出来上がり、甘みを足したい場合は甘酒やメープルシロップを加えます。鮮やかなピンクが見た目にも元気になるスムージー。紅茶きのこ、昆布茶 200ml をベースとして、
豊富なビタミンとミネラルを含むビーツとトマト、スーパーフードとして知られる薬膳食材のクコの実をブレンダーにかけます。昆布茶が入手できない場合はお水を使い、トマトの青臭さが気になるようであればレモンを足します。デザートのように楽しめ満腹感も高いスムージー。お水 250ml にビーガンには嬉しい鉄分と鉄分の吸収を助けるビタミン C が豊富なほうれん草を2つかみとバナナ1本を合わせ、一晩浸水させた生のカシューナッツを加えブレンダーにかけます。最後に抹茶とシナモンをトッピング。ベースの即席カシューナッツミルクとバナナがほうれん草の苦みをカバーしてくれます。ほうれん草の他に小松菜、パセリ、ケールなどちょっと癖のある葉物野菜でも美味しくできます。ビタミン C たっぷりの体が温まるスパイシーなスムージー。水 150ml、オレンジ1個、レモン半分、黄色パプリカ半分、人参4分の1個、生姜、カルダモン、甘酒をブレンダーにかけます。薄く剥いたオレンジとレモンの皮は乾燥させてお茶に入れたりお料理に使うと便利ですし、無駄がないですね。スパイスのオールスター的存在のターメリックとその主成分クルクミンの吸収を助けるブラックペッパーをトッピングすれば完成。冷房の効いたオフィスでお仕事の方や冷え性の方におすすめです。ミルキーなのにすっきりした味わいの食べるサラダスムージー。お水 250ml、レタスの葉3枚、フェンネルの葉、一晩浸水させた生のアーモンド、甘酒をブレンダーにかけます。トッピングには香り高いナツメグを、即席アーモンドミルクと爽やかなフェンネルの香りがレタスの苦みや青臭さをカバー。フェンネルの代わりにスイートバジル、ディル、ミント、レモンバーブなどお好みのハーブでアクセント付けをしてみてください。いかがだったでしょうか？今日は無理なく元気になるスムージー生活を送るヒントとレシピをシェアしました。これからの夏にぴったりなスムージー生活、ぜひトライしてみてください。それでは、See you next time!